聴者の皆様こんにちは。メーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実へようこそ。ナビゲーターのみさきです。今回は卓球ギアの歴史においてまさに伝説と呼ぶにふさわしいある特別なラケットについて、どこよりも深くそして科学的に解き明かしていきたいと思います。皆さんこんにちは、ケンジです。いやー、みさきちゃん、今回取り上げるテーマは僕自身胸の高鳴りが抑えられないよ。実はこれ、以前公開した動画に視聴者様から初代の教兵王についてもっと歴史的力学的に深く調べてほしいというものすごく熱いコメントをいただいたんだよね。その熱意に応えるべく僕たちも総力を挙げて徹底調査を重ねてきたんだ。今回の動画は視聴者様のコメントをさらに深く掘り下げる特別シリーズのなんと第83弾になります。第83弾。本当に視聴者の皆様の熱い知的好奇心に支えられてここまで来ることができましたね。ありがとうございます。今回の主役はあの中国が誇る伝説的な世界王者王李金選手の圧倒的なフォアハンドカワードライブを支え続けた伝説のラケット教兵王シリーズの初代モデルです。そうなんだ。現代の卓球市場において教兵王という名前は今でも特別な響きを持っているけれど、実は初代と今ショップに並んでいる最新モデルとでは中身の構造が全く異なるものなんだよね。今回はその隠された構造の真実、材料力学的な特性、指示通り国内に存在する初代教兵王と同等な構造を持つラケットの網羅的な比較まで徹底的に解説していくよ。これはギア好きの視聴者様はもちろん、もっとドライブの威力を上げたい、自分に合うラケットを見つけたいという全てのプレイヤーにとってまさに永久保存版の内容になりそうですね。ケンジさん、準備はいいですか？もちろん。今回は手元にある極めて学術的で詳細な資料、初代教兵王の構造特性解析及び同等合板設計ラケットの国際比較研究報告書をベースにしながら、木材の細胞レベルの話から接着剤の分子レベルの話まで余すところなく語り尽くすよ。さて、まずは今回の解説の全体像、いわゆるエグゼクティブサマリーとして、私たちがリサーチで発見した決定的な事実をあらかじめ視聴者様に提示しておきましょう。ケンジさん、今回の核心となる発見はどのようなものだったんでしょうか？今回の初代教兵王の構造特性解析及び同等合板設計ラケットの国際比較研究報告書に基づく調査で、大きく分けると4つの驚くべき事実が浮かび上がってきたんだ。まず第一に、現代の教兵王の名を冠するモデルの多くはカーボンなどの特殊素材が入ったインナーカーボン構造だけど、初代教兵王は特殊素材を一切使わない純木製5枚合板であるということ。第2に、その木材の並び順が琴、スプルース、アユース、スプルース、琴という材料力学における合成グラデーションを完璧に体現した奇跡的な積層構造になっていること。第3に、この同一構造を持つラケットが実は国内のさまざまなメーカー、例えばアバロックス、ハンガリーの OSP、バタグライ、韓国のエクシオン、高層機、インハなどからリリースされていて、それぞれに異なる思想で設計されていること。そして第4に、同じ木材の組み合わせであっても接着剤の特性、音響インピーダンス、木材の乾燥プロセス、内部応力の開放といった合板清掃化学の違いによって手元に伝わる多球感やボールの飛み方に劇的な差が生まれているということなんだ。なるほど。同じ琴、スプルース、アユースの組み合わせなのに、メーカーの接着技術や木材の乾燥の仕方で全く違う個性のラケットになるんですね。これはめちゃくちゃ深いお話になりそうです。そうなんだよ。だから単に5枚合板だから弾まないとかカーボンだからいいという一言では片付けられない深遠な物理の世界がそこにはある。それぞれの発見の詳細についてはこの後の各パートでデータを交えながらみっちりと語っていくから、ぜひ最後までじっくりと楽しんでほしいな。それではここからいよいよ各論に入っていきましょう。まずはこの初代教兵王が誕生した開発背景と伝説の世界王者王李金選手のプレースタイルについて教えてください。王李金選手といえば2000年代を代表する驚異的な身体能力から放たれる圧倒的なフォアハンドドライブが最大の武器でしたよね。その通りだね。王李金選手のフォアハンドはまさに一撃必殺の破壊力を持っていた。彼の身長は186センチと卓球選手としては大柄で、その長いリーチと強靭なフィジカルから繰り出される両ハンドドライブは当時の卓球界を席巻したんだ。その強烈なフォアハンドを支えるために中国のメガブランドである高層機、通称 DHS が開発したのがこの教兵王なんだよ。なるほど。王李金選手のパワーを 100% ボールに伝えるために作られたんですね。でも当時の卓球界は用具のルールに関しても大きな転換期を迎えていましたよね。まさにそこが重要なポイントなんだ。当時はいわゆるスピードグルーと呼ばれる有機溶剤を含んだ接着剤が自由に使えた時代から、健康被害などを理由に使用が禁止されるいわゆるノン VOC グルー、無機接着剤への過渡期にあたるんだよ。
スピードグルーを塗るとラバーのスポンジが風潮して驚異的な弾みと金属音が得られたんだけど、それが使えなくなると特に中国選手が子供の使う強粘着製ラバーはどうしても弾み不足、スピード不足に陥ってしまう。強粘着ラバーは表面がベタベタしていてスピンはかかりますが、グルーなしでは全然弾まなくなってしまいますもんね。そうなんだ。そこでその弾み不足をラバーではなくラケットのしなりと復元力で補おうとしたのがこの初代強氷王の設計思想なんだ。純無機製5枚合板の極電のしなりを利用してボールを限界までつかみ、そこから圧倒的なスピンと伸びのあるパワードライブを繰り出す。まさにオーリキン選手の心情ではないスイングスピードとパワーを推進力へ変換するための応用力学の結晶だったんだね。なるほど。時代の変化とオーレキキン選手のプレースタイルがこのラケットを生み出したんですね。でもケンジさん、さっき初代と現代の強氷王は全く別物だって言ってましたよね。ここを詳しく教えてください。ここが多くのプレイヤーやショップの店員さんすらも混同しがちな非常に重要なポイントだ。現在、卓球ショップやインターネット上で売られている強氷王、あるいはトップ選手のオーチキン選手の名前を冠したモデルなどは、実は5枚の木材に2枚のアリールカーボン、つまり 5+2AC 構造なんだよね。同じ強氷王という名前なのに最新のものはカーボンが入っているんですか？そうなんだよ。ラリーズなどの卓球専門メディアのレビュー記事でも、オリン王者モデルの最高峰として最新のカーボン入り強氷王が紹介されているけれど、オーレキキン選手が前戦期に使用していた初代強氷王、あるいはハリケーンキング1は特殊素材を一切排除した純木製5枚合板、つまり5プライオールウッドなんだ。全然違いますね。木材だけのラケットとカーボン入りのラケットでは打球感もプレースタイルも全く別物になりますよね。全くその通り。初代のアイデンティティはあくまでも木材だけが持つしなりと天然木ならではの減衰特性、そして高い弾性限界にある。だからこそ特殊素材のスピード感とは一線を画す圧倒的なボールのつかみ感と回転量を実現できたんだ。この初代は純木製5枚合板であるという定義をしっかりと頭に入れておかないと、ラケット選びで大きな失敗をしてしまうことになるんだよね。なるほど。初代はカーボンなしの純木製5枚合板だからこそ特別な存在なんですね。ちなみにその強氷王シリーズって初代から最新のカーボン入りまでどういう風に変わっていったんですか？シリーズの歴史的変遷を整理すると、卓球ボールや接着ルールの変化にメーカーがどう立ち向かったかというものすごく面白いドラマが見えてくるよ。まず初代の純木製5枚合板、約 5.5mm から 5.7mm の薄さからスタートした。その後無機接着剤、いわゆるノングルー試合が本格化してラバーの弾みがさらに落ちた。これに対応するために板圧を厚くして反発力を高めた強氷王655というモデル登場するんだ。レブスピン .net のユーザーレビューなどでもこの655は板圧が 6mm 付近まで増強されていることが記録されているよ。板を厚くすることでしなりを抑えてスピードを補ったんですね。そう。そしてさらにその後、ボールがセルロイドからプラスチックに変わる流れの中で木材の層の間にガラス繊維、つまりグラスファイバーを組み合わせた強氷王3が登場し、最終的に現代の強氷王 AC などのアリールカーボン ALC インナー構造へと進化したんだ。わあ、少しずつ板を厚くしたりガラス繊維を入れたりカーボンを入れたりしてどんどん弾みを強化していった歴史があるんですね。まさにその通り。引退後も語り継がれる初代が意図的に特殊材を排除してあえて 5.6mm 前後という薄さで作られたのは、天然木材同士の接着界面が生み出す適度な振動の減衰特性とスプルースという木材が持つ高い弾性限界をマックスに引き出すためだったんだ。ボールをつかむ感覚、いわゆる球持ちを極限まで高めるという妥協のない力学的意図があったんだよ。その初代強氷王の驚異的な性能の秘密をもっと詳しく知りたいです。木材は具体的にどんな順番でどのように並んでいるんですか？よし、ここからは初代強氷王の構造特性解析及び同等合板設計ラケットの国際比較研究報告書の材料力学的なスペックを深掘りしていこう。初代強氷王のブレード構成は外側から順にこうなっているよ。まず1層目の上板、表面の薄い板にはコトが使われている。次に2層目のテータ、中間層にはスプルースが配置されている。そして3層目の中心にあたる芯材にはアユースが使われている。そこからまた4層目にテータのスプルース、5層目の上板にコトが来る完全に対照的な5枚の積層構造になっているんだ。コト、スプルース、アユース、スプルース、コトですね。
これって卓球ラケットの素材としては有名な組み合わせなんですか？そうだね。伝統的なスウェーデン製のラケットにルーツを持つ非常にクラシカルで完成された組み合わせなんだ。例えばスティーガ社などの古い歴史を持つメーカーがヨーロッパの選手向けに開発したラケットの思想がベースになっている。でも初代教表王はこの伝統的な組み合わせをただ真似しただけではなく、それぞれの厚みの比率や木材の品質、何より薄さにこだわることで全く新しい次元の性能に昇華されたんだよ。それぞれの木材がどんな役割を持っているのか、もっと具体的な数値で知りたいです。ケンジさん、得意のデータ解説をお願いします。まずは表面のことからですね。お任せあれ。各構成木材の物理力学的数値を比較して解説するよ。まず上板のことは学名をスコッテリア・クライネアナといって、アフリカ原産のウリ科の木材なんだ。代表的な基幹密度、乾燥した状態の比重は 0.54 から 0.57 と、ラケット用木材の中ではやや高めなんだよ。比重が 0.54 から 0.57 ということは、水に浮くけれど比較的詰まっている木ということですね。硬さはどうなんですか？硬さを表す指標としてモンニン硬度は 2.5、 アメリカの規格であるジャンカ硬度では990ポンド LFB となっていて、ラケットの木材としてはかなり硬い部類に入るね。さらに材料強度としての数値を上げると、圧縮強度が48メガパスカル、曲げ強度が84メガパスカル、曲げ弾性係数は13690メガパスカルだ。この硬さと高い弾性係数があるからこそ、ボールが当たった瞬間の初期反発性能が非常に高くなり、インパクトの初期にシャープでクリスピーな打球感を提供してくれるんだよ。なるほど。表面のことが硬く引き締まっているからこそ、あの気持ちいい打球感が生まれるんですね。ではそのすぐ下にある2層目と4層目のスプリュースはどうですか？このスプリュースが実は初代教表王のしなやかなバネ感を生み出す最大の利手役者なんだ。学名はピケやアビエスなどで、いわゆる欧州頭皮、バイオリンなどの弦楽器の表板にも使われる非常に響きのいい高音質な木材なんだよ。楽器に使われる木なんですね。それは打気音も綺麗そうです。物理的な数値はどれですか？基幹密度は 0.40 から 0.45 と琴より少し軽く、モンニン硬度は 1.3、ジャンカ硬度は400ポンドと琴の半分以下の柔らかさなんだ。でもね、圧縮強度は40メガパスカル、曲げ強度は75メガパスカル、弾性係数は11000メガパスカルと、密度の割に非常に高い強度としなやかさを持っている。このスプリュースは木目がまっすぐに通っている高品質な材料が厳選されていて、これがラケットが大きくしなった時に元の形状にビヨンと戻ろうとするスプリング効果、バネ特性音になっているんだよ。強打値にエネルギーを一時的に蓄え、一気に放出する役割だね。スプルースがエネルギーを蓄えるバネの役割をしているなんてすごく面白いですね。では一番中心にある3層目の芯材アユースについてはどうでしょうか？芯材のアユース、学名はトリプロキトンスクレロキシロンというアフリカ原産の木材だね。このアユースは基幹密度が 0.35 から 0.40 と非常に軽くて、モンニン硬度 1.2、ジャンカ硬度350ポンドと、構成木材の中で最も柔らかいんだ。一番軽くて一番柔らかいんですね。強度の数値はどうなっていますか？圧縮強度は30メガパスカル、曲げ強度が50メガパスカル、弾性係数は8500メガパスカルとなっている。このアユースはね、顕微鏡レベルで見ると多孔質、細かい空気の隙間、空気構想がたくさんあるんだ。この適度な空気構想がボールを打った時の強い衝撃を受け止めつつ、振動を心地よくマイルドに減衰させる。これによってボールがラケットに当たっている時間、いわゆるホールド時間や球持ちを物理的に長く確保して、プレイヤーにボールを完全にコントロールしているという安心感を与えてくれるんだよ。外側の琴が一番硬くて強くて、中間層のスプルースがその次に硬くしなやかで、中心のアユースが一番軽くて柔らかい。見事なグラデーションですね。ケンジさん、この木材の厚さの設計についても教えてください。そこが初代教表王の最も尖った設計者のこだわりが詰まった部分なんだ。ブレードの総圧、全体の厚みは一般的な攻撃用5枚合板が通常 5.8mm から 6.2mm 程度あるのに対して、初代教表王は約 5.5mm から 5.7mm、実測平均 5.6mm という極めて薄い範囲で厳密に制御されているんだよ。 5.6 ミリ、それはかなり薄いですね。薄いということはそれだけ曲がりやすくしなりやすくなるんですか？まさにその極限のしなりを得るためにこの薄さが絶対的な要件だったんだ。各層の推定厚み構成比を見てみると、上板のことが約 0.55mm と非常に薄くスライスされている。これは添板のスプルースの優れた弾性特性を邪魔しないための配慮だね。そして添板のスプルースが約 0.8mm、これがバネの役割をしっかり果たす厚み。
中心のアユース芯材は約 2.8 ミリで、衝撃を受け止めつつもブレード全体が硬くなりすぎないような絶妙な厚みに設定されているんだ。全体の平均重量は約 85g から 89g と、薄さの割にはしっかりとした重さがある。これは中高密度のアユースや高品質で高密度のスプルースを厳選して使うことで、薄くても相手のボールに打ち負けない質量、ドライブの底力を確保している証拠なんだよ。薄いけれどスカスカじゃなくて中身がぎっしり詰まった重さがある。この琴、スプルース、アユースの構造が実際にボールを打った時にどういう風に作用するのか、材料力学的なメカニズムを教えてください。よし、力学的作用基準を説明するよ。この積層構造は材料力学における合成グラデーションと弾性変形の復元を美しく体現しているんだ。最外層のことはブレードの物理的な中心から最も離れた位置にある。だからインパクトの初期、ボールがラケットに当たった瞬間の小さな曲げ変形に対して非常に高い合成を発揮する。ことは硬い木材だから、軽い力で打つ軽地でには球離れがピシッと速く、エネルギーロスを最小限に抑えてクリスピーな打球感を提供してくれるんだね。なるほど。つっつきやブロック、軽いミート打ちの時は硬い琴のおかげでブレずにスッと飛んでいくわけですね。その通り。でもひとたびスイングスピードを上げて強くインパクトする強地出になると話は一変する。約 5.6 ミリという薄い板板のおかげで荷重がかかるとブレード全体の曲げ変形、つまりしなりが非線形的に一気にガツンと大きくなるんだ。この時2層目のスプルースが持っている高い曲げ弾性限界が引き出されて、バネのようにエネルギー変形を一時的にグググッと拓築する。同時に多孔質で柔軟なアユース芯材がギュッと圧縮変形を許すことでボールとの接触面積が広がり、ホールド時間、つまり球持ちを最大化するんだ。ボールがラケットに食い込んでエネルギーをギリギリまで溜め込んでいる状態ですね。そしてインパクトの解放フェーズ、ボールが離れる瞬間にスプルースの優れた弾性復元力が一気に解放され、拓築されたエネルギーがボールの強力な回転運動と推進力へと変換される。これが初代強氷王特有のボールが相手コートの台に深く沈み込み、バウンド後に凶暴に伸びるパワードライブを生み出す物理的なメカニズムなんだよ。すごい。軽い力ではシャープに、強い力では深くしなって爆発的なスピンを生む、まさに理想的なドライブ用ラケットですね。さてここからはこの初代強氷王と全く同じ、あるいは非常に近い構造を持つ国内外のライバルラケットたちの比較調査に入っていきましょう。実は世界中を探してみると、伝統的な名作からハンドメイド、エントリーモデルまでたくさんの同等ラケットが存在するんだ。まず最初に紹介しなければならないのがアバロックス。アバロックスにギレオの P52 だね。積層構成は琴、スプルース、アユース、スプルース、琴。板幅は約 5.5 から 5.7 ミリ。平均重量は約83から87グラムと、強氷王とほぼ同一スペックなんだ。アバロックスの P52、これはベテランプレイヤーなら誰もが知っている超名作ですね。まさにこの P52 こそが今回の琴、スプルース、アユース構造の歴史的元祖であり、初代強氷王が開発される際の直接的なプロトタイプ、つまり設計のベースになったラケットなんだよ。1990年代に中国ナショナルチームのトップ選手だったコーリン・ヒー選手やオータオ選手らの要望を受けて、スウェーデンの優れた木材加工技術を用いて製造された。強氷王と比較すると P52 はより古典的な接着剤、例えばナチュラルなニカワや水性系の質感を残していて、打球感はややソフトでマイルドだけど、素材配置と人工スペックは驚くほどそっくりなんだよ。アバロックス P500 が強氷王の設計のルーツだったと驚きです。他にはどんな同等ラケットがあるんですか？次に紹介するのは知る人ぞ知るハンマリーの職人集団 OSP が作る V キングだ。こちらも積層構成は琴、スプルース、アユースの5枚合板。板厚は標準設定で 5.6 ミリ。平均重量は約86グラムから89グラムとなっている。 OSP、ハンガリーのハンドメイドラケットですか？すごくおしゃれでこだわりが強そうですね。こだわりなんてレベルじゃないよ。芸術の領域だね。OSP は1980年代から90年代のスウェーデン製オフェンシブラケット、特に琴上にカスタムされたスティガ社製品やアバロックス P500 の極上の打球感を現代に備えらせるために、このラケットをハンドメイドで作っているんだ。彼らは木材の自然乾燥期間に徹底的にこだわり、独自の有機水性接着、圧力管理プロセスを採用している。これによって初代強氷王が持つ強烈な手のひらへのフィードバック、積んだ美しい打球音、そして深い球持ちを現代で最も高い再現度と優れた品質安定性で実現しているんだよ。
プロ志向の選手や打球感に極限までこだわる愛好家から絶大な支持を得ている一品だね。ハンガリーのクラフトマンシップ、恐るべしですね。では日本のメーカーバタフライには同等の構造のラケットはなかったんですか？もちろんあるよ。かつてバタフライが販売していた伝説的な世界王者コーリンヒ選手のシグネチャーモデル、その初代純木仕様バージョンだ。構成はもちろんコト、スプリュース、アユースで、板厚は約 5.4 ミリと非常に薄く、平均重量は 85g 前後だったんだ。コーリンヒ選手、アバロックス P500 を使っていた彼がバタフライと契約した時に作られたラケットですね。その通り、アバロックス P500 の極上の打球感をバタフライの持つ日本の高度な木材剪定・切削技術を用いて極めて忠実に再現することを目指して開発されたんだ。板厚が 5.4 ミリ前後と巨氷王女よりもさらに薄く設計されていたため、しなりの大きさと高いコントロール性能が凄まじかった。現在はすでに廃刊になってしまっているんだけど、日本の職人技が光る歴史的名作としてコレクターや純木5枚合板の愛好家の間で今でもオークションなどで極めて高く評価され取引されているんだよ。バタフライの純木製の高齢引きモデル、今となっては幻の一品なんですね。ではバタフライからは現代のプラスチックボールに対応した同等ラケットも出ているんですよね。そうなんだ。それがバタフライのハドロー5だね。積層構成はコト、スプルース、アユースで変わらないけれど、板厚が 5.9 ミリに設計されている。平均重量は約 85g から 88g だ。板厚が 5.9 ミリということは初代強氷王の 5.6 ミリよりもかなり厚くなっていますね。そう、ここが現代仕様へのアップデートポイントなんだ。セルロイドボールからプラスチックボールへと移行したことで、ボール自体の重量と体積が増えて、純木5枚合板ではどうしても弾みやスピードが不足しがちになった。そこでバタフライは伝統的なコト、スプルース、アユースの構成を維持しながら板厚を 5.9 ミリまで増加することでブレード全体の曲げ剛性を引き上げたんだよ。これによってクラシックで心地よい打球感を残しつつ、現代のラリー戦に負けない反発スピードを両立している。近代版の同等構造ラケットとして非常に完成度が高いよ。プラスチックボールに合わせて 5.9 ミリにアップデートしたハドロー5、実践的ですね。海外ブランドでは韓国のエクシオンや本家法則紙からも同等構造のものが出ているとか。よく知っているね、みさきちゃん。まずエクシオンのフーガだ。構成は同じコト、スプルース、アユースで、板厚は 5.6 ミリ、平均重量は 82g から 85g とやや軽量だね。これはね、中国製の粘着ラバーを不和面に貼るドライブ型プレイヤーをターゲットに開発されたとても尖ったラケットなんだ。浮板のことに特殊な正面熱処理または極薄のコーティングを施すことで表面をあえて硬質化させている。これが粘着ラバー特有のベタつきによるエネルギーラスを防ぎ、強力な摩擦力を生み出しつつ、スプルースとアユースがしっかりしなって強力なスピン軌道を作り出すんだよ。そして本家の法則値からはパワー G2、PG2、そして PG3 というモデルが出ている。板厚は PG2 が 5.6 ミリ、PG3 が 5.8 ミリ。これは最高峰モデルである強氷王の構造をエントリー層や一般プレイヤー向けに普及させるために開発されたハイコストパフォーマンスモデルなんだよ。普及版として広く流通しているんですね。他にも中国のメーカーやスウェーデンの労使からもこの構造が出ていると聞きました。そうなんだ。中国のインハが OEM 供給したり、ウェルスポーツというブランドなどを通じて展開しているウェル4というラケットがある。板厚な約 5.8 ミリから6ミリで、スペックシートにもはっきりと DHS 強氷王と同等構成と明記されている隠れた名目ラケットだ。そしてもう一つ、スウェーデンのローシスティガのレジェンド的なラケット、オフェンシブクラシックの1990年代コトウイタカスタム仕様だ。実は1990年代の一時期、あるいは中国ナショナルチーム向けの特注供給において、通常はリンバという木木のウイタをコトに変更した仕様が実在したんだよ。板厚は約 5.3 ミリから 5.5 ミリと極めて薄く、このコト仕様のオフェンシブこそがアバロックス P5 ハンドロや後の初代強氷王の設計思想の直接的なルーツ、先祖なんだ。スティガの特注コト仕様が全ての始まりだったんですね。ところでケンジさん、さっきからコトウイタとリンバオイタという話が出てきていますが、この2つのオイタ素材ってそんなに違いがあるんですか？これがね、ラケットの性格を分ける決定的な要素なんだ。最も普及しているクラシック5枚合板、例えば現行のスティガオフェンシブクラシックやアバロックス BT555、ドニックの大根などは全てウイタにリンバを使っている。そこでコトウイタとリンバオイタの違いを分かりやすく比較してみよう。まず素材密度と高度だけど、コトの密度は 0.54 から 0.5 なので高度は高い。対してリンバは密度が 0.50 から 0.54 で高度は中から低い、柔らかいんだ。
へえ、琴の方がリンバよりも密度が高くて硬いんですね。そう。その結果、ボールを打った時の初期反発、急離れは琴板の方がやや速いんだ。インパクト直後にシャープで明快な応答性がある。一方のリンバは比較的遅い。ブレード全体にしなやかさを感じて、ボールを深く保持する感覚が強い。打球音の周波数も違っていて、琴は高音域でピッチが高く、明快な爽快な音がする。リンバは中低音域でソフトで落ち着いたウッディな音がするんだよ。打球音の響きからして全然違うんですね。そしてここが重要。中国製粘着ラバーとの相性だけど、琴板は極めて良好なんだ。琴の表面の硬さが粘着ラバー特有のベタつきによる反発のロスを相殺してくれるから、強打した時にエネルギーがしっかりと伝わる。対するリンバオイタも相性は良好だけど、ループドライブ時の回転量を作るのに優れる反面、スマッシュなどのフラット打ち手のスピードは少し控えめになってしまうんだよね。だから推奨されるスイング軌道も、琴オイタはスイングスピードが速く、前方向へのベクトルを強く加えるドライブ。リンバオイタはループドライブを主体とした弧線の高さを重視するスイングに適しているんだ。なるほど。粘着ラバーを貼って前前や中陣から前へ鋭く振るパワードライブを打つなら、古徳上板の強氷王構造が完璧にマッチするわけですね。ここからはさらにディープな領域に入っていきますよ。同じ木材の組み合わせなのに、どうして打球感や性能にこんなに違いが出るのという謎を解き明かす合板製造科学のお話ですね。そうなんだ美咲ちゃん。材料工学や物理学の視点から見ると、ラケットの性能を決定づけるのは木材だけじゃない。最も重要な要因の一つが、接着界面における音響インピーダンスの違いなんだ。音響インピーダンスというのは、数式で書くと Z イコールロー C と表される。ここでローは接着材料の密度、C は音速を意味しているんだよ。この音響インピーダンスが木材と接着剤の間でどれくらい一致しているかによって、打球時の振動の伝達率やエネルギーの反射率が劇的に変わるんだ。音響インピーダンス、難しそうな言葉ですが、要するに打った時の振動や音が接着剤の層をどう通り抜けていくかということですね。完璧な理解だよ美咲ちゃん。例えば OSP の V キングやヴィンテージのアバロックス P5 ハンドに使われている天然カオという動物性の有機接着剤がある。このハイドグルーは乾燥すると結晶性の非常に高いガラスのように過質な超薄膜を形成するんだ。これによって木材と接着剤の境界での音響インピーダンスのミスマッチが減り、打球時のエネルギー反射が劇的に減少する。だからインパクトした瞬間の高周波振動、つまりカキンという積んだ美しい打球音や手のひらへの繊細なボール情報が減衰せずにダイレクトに伝わるんだよ。なるほど。だからハイドグルーを使ったラケットは打球音が綺麗で、手元にボールを打った感覚がクリアに伝わるんですね。一方、環境規制に適合した近代的水溶性接着剤は乾燥後も適度な年代性、つまり弾力やクッション性を残す特性がある。これが打球時にどう作用するかというと、微細な不快な振動を勝手に吸収してくれるダンピング効果を発揮するんだよ。だから打球感はマイルドになり、現代の硬いテンションラバーと組み合わせた時に手に響きすぎて硬く感じてしまうのを和らげてくれる効果があるんだ。どちらがいい悪いじゃなくて、物理的な特性として全く異なるアプローチなんだよね。接着剤一つでそこまで物理的な挙動が変わるなんて本当に科学ですね。そしてもう一つの要因として木材の乾燥やエイジングプロセスも関係しているんですよね。その通り。木材は方向によって性質が異なる繊細な素材なんだ。木の中の細胞壁に水分子が結合していて、これが乾燥プロセスで抜けていくときに木がわずかに収縮し、内部に応力、つまり目に見えない歪みや引っ張り合う力が発生するんだよ。ここで木材をどう乾燥させたかがラケットの運命を分ける。一つは温度と湿度を何年にもわたって厳密に管理して乾燥させる自然乾燥だ。OSP のラケットなどではこれが使われている。何年もかけてじっくり自然に乾燥させるんですね。時間と手間がすごそうです。そうだね。時間をかけて自然に乾燥させた木材は細胞壁の歪みが完全に解放されている。だからボールを打った時に均一で非常に安定した弾性変形、つまりブレのない綺麗なしなりを見せてくれるんだ。もう一つは強制乾燥というプロセス。これは短い時間で一気に水分を飛ばして効率よく含水率を下げることができる。非常に合理的でコストを抑えられる方法なんだけど、木材内部にわずかな残留応力を残してしまうことがある。これが同じラケットなのにこっちは弾むけどこっちは少し飛ばないなという個体ごとの弾みのムラや、打球時にわずかに手に伝わる不均一なブレの原因になるんだよ。なるほど。職人さんが手間暇かけて作るハンドメイド高級ラケットが高いのには、こういう見えない乾燥プロセスや材料の歪みを取り除くための時間がコストとしてかかっているのですね。納得です。
さて、ここまで初代鏡氷王の構造、そして同じ遺伝子を持つ同等ラケットたちの違いについて深く語ってきましたが、いよいよ最後にプレイヤーの戦型や好みに合わせた具体的な戦略的選定提言を行っていきましょう。よし、4つのプレイスタイルに合わせた提言をまとめよう。まず第1の提案。歴史的オリジナルへの回帰と圧倒的なステータスを求めたいというプレイヤー。予算を惜しまず中国ナショナルチームが世界を席巻したあのスピードグルー時代の歴史的なフィーリングを追求するなら、やはり高層スキの初代鏡氷王のデッドストックや特注仕様を探索するのが唯一無二の選択肢だね。第2の提案は、クラシックな極上のフィーリングと職人技による高い品質を求めるというプレイヤー。ヨーロッパの高度なクラフトシップと天然ハイドグルー顔がもたらす極上の打球フィードバックを体感したいなら OSP の V キングを強く推奨するよ。道具としての美しさと極上の打球感を両立したい人には OSP の V キングですね。素晴らしいです。では第3、第4は？第3の提案。現代のプラステックボールにしっかり対応したスピードと剛性が欲しいという実践派プレイヤー。セルロイドボールからプラスティックボールに変わったことによるスピード低下を補いたい。でもことスプルースアユースのクラシックな打球感は手放したくないという場合は、バタフライのハドロー5がベストな選択肢だ。5.9 ミリの絶妙な板付け設計がこの伝統のコースレに十分な反発力を与えてくれる。最後の第4の提案。ことスプルースアユース構想の強力なスピン性能をまずはリーズナブルに体験したいというプレイヤー。この場合は高層スキのパワー G2 や因果のウェル4が極めて有効な選択肢だよ。お財布にも優しく、この歴説の構造のシナジーを体験できる普及版から入るのもスマートな選択ですね。ただの木製の板に見えて、そこには木材の高度のグラデーション、薄さから生み出される非線形なしなり、そして接着剤や乾燥方法による振動伝達の制御まで、信じられないほどの応用物理学と製造科学が詰め込まれていることが本当によくわかりました。そうだね。皆さんと一緒にこれからも卓球のディープな魅力をたくさん探求していきたいと思います。最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。